BL 向上委員会のリスです。今回はチャンネル登録者1000人突破記念で実施したコミュニティアンケートの結果をもとに日本 BL とタイ BL の実写ドラマについて BL を30年見てきた視点でお話ししていきます。アンケート結果ですが、一番多かったのがやはり日本 BL でした。そして次がタイ BL。投票ありがとうございました。私自身も日本 BL を長く見てきて途中からタイ BL に出会ったので、今回はその実体験も交えながらなぜタイ BL はここまで広がったのかを日本 BL と比べて整理していきたいと思います。ここで改めてお礼を言わせてください。いつも BL 向上委員会のチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。コメントで BL を語り合えるこの場所が私はとても大好きです。これからも引き続き応援していただけたら嬉しいです。ぜひコメントで最初にハマったタイ BL もしくは気になるタイ BL を教えてください。まず私自身の話を少しだけお付き合いください。BL を見始めたのは今から30年ほど前で、当時の BL は今みたいにオープンなジャンルではなくて、人に勧めるものでも語り合うものでもなく、一人でこっそり楽しむものでした。なので入り口は漫画と小説。だから BL が実写化された時衝撃で、映像で見れるのって。なんだか今まで大事に隠してきたものを急に外に出されたような気持ちになって、長らく BL 沼に使ってきた方ならこの感覚きっと分かっていただけると思います。最初に触れたのが1993年の同窓会。懐かしいんですが覚えてる方いらっしゃいますかね。同性愛の恋愛を正面から描いたかなり先駆的な作品です。2000年代に入ると愛の言霊や匠くんシリーズなど漫画原作の BL が映画として作られるようになります。ただこの頃はまだ地上波で気軽に見れるものではなかったんですよね。そして2010年代おっさんずラブが登場します。BL を一気に社会現象レベルまで引き上げた作品だったと思います。2020年代になると BL は若手俳優の登竜門的な存在になり、有名俳優も出演する特別じゃないドラマになってきました。この日本 BL の積み重ねがあったからこそタイ BL も自然に受け入れられたんだと思います。私のタイ BL との出会いはちょうどコロナ禍の頃でした。外出もできず時間だけはたくさんあって暇つぶしに YouTube を見ていたんですよね。そんな中でおすすめに流れてきた一本の動画。タイの俳優さんもかっこいい。それぐらいの軽い気持ちで再生しました。そしたらもう BL 民の脳内をそのまま映像化してるじゃないかと衝撃を受けまして、わかりやすい感情表現、ちゃんと好きが伝わる演出、気づいたらどんどん吸い込まれていました。一番最初に見たのがトゥギャザーだったので、これはもう作品の引きが良すぎましたね。そこからソータスでより現実的な恋愛や人間関係を見て、気づけばタイの BL の沼にしっかり落ちてました。あれから約5年、今では本当にたくさんのタイ BL が作られていますが、今回はその中でも私がタイ BL に落ちた原点の5作品を紹介します。タイ BL が初めての方でも抵抗なく楽しめる作品ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。私のファーストタイ BL トゥギャザー。タイ BL が初めての方に間違いなくおすすめしたい一本です。物語の主人公は女の子にモテたいごく普通の大学新入生タイン。ところが入学早々、同級生のゲイ男子グリーンからかなり強めの猛アプローチを受けてしまいます。どうにかして彼を諦めさせたい。そこでタインが思いついたのが、学年でも有名なイケメン、軽音部の人気者サラワットを偽の彼氏に仕立てるという作戦でした。最初は完全に打算。サラワットもどこか余裕のある態度でその関係を受け入れます。けれど、音楽活動や日常を通して一緒に過ごす時間が増えるにつれ、タインは少しずつサラワットの不器用な優しさや言葉にしない思いに気づいていくんです。冗談だったはずの関係が気づけば逃げ場のない本物の恋へ。テンポのいいラブコメですれ違いも勘違いも全部が愛おしい。キュンポイントは本当に多くて、今の何って何度も画面を止めたくなります。そして何より、タインとサラワット、主人公2人のビジュアルがとにかく強い。タイ BL 特有の空気感、明るさと甘さのバランス。それを最初に体感するにはこれ以上ない一本だと思っています。次に見たのがソータスです。主演2人の演技力がとても高く、物語の世界にスッと引き込まれました。BL 要素だけでなく、大学生活の中で描かれる友情や成長物語としても完成度が高く、タイ BL 初心者の方でも入りやすい作品です。舞台はタイの大学工学部。そこにはソータスと呼ばれる上下関係を徹底的に叩き込むかなり厳しい新入生訓練制度があります。反抗的で物おじしない新入生のポップ。そしてその制度を守る側に立つ鬼教官のような先輩アーティット。価値観も立場も正反対の二人は何度も衝突を繰り返します。けれど訓練を通して見えてくるお互いの弱さや責任感、そして不器用な優しさに少しずつ心を動かされていくんです。工学部の象徴であるギアをめぐる上下関係。その中でコングが放った先輩を僕の妻にします
という大胆な宣言が2人の関係を大きく変えていきます。シーズン2では舞台が社会人編へ。学生から社会人になり、今度は立場や環境が変わることで2人の関係性も試されていきます。成長とすれ違い、それでも続いていく思いが描かれていて、1作目とはまた違う深みがあります。余談ですが、この作品でタイの大学には制服があるっていうことを知りました。学部ごとに色やデザインが違っていたりして、恋愛だけでなくタイの大学文化を知れたのも印象的でした。続いてご紹介するのがダークブルーキスです。こちらも舞台は大学ですが、これまで紹介してきた作品とは少し毛色が違い、社会派寄りの BL として描かれています。テーマはカミングアウト、就職への不安、そして恋人との将来。恋をしているからこそ生まれる現実的な悩みや葛藤をかなり丁寧に描いている作品です。物語は大学生カップルのピートとカオ、そして社会人カップルのサンとモーク、この2組を軸に展開していきます。ピートとカオは大学内では交際を隠しながら静かに関係を深めているカップル。けれどカオが男子学生の家庭教師をすることになったことで、ピートの中に嫉妬と不安が芽生え、2人の関係は少しずつ揺らぎ始めます。一方で素行の悪いモークを更生させようとするサンは彼にカフェでの仕事を提案します。その日常の積み重ねの中で2人の距離も少しずつ変化していきます。この作品が印象的なのは、恋をしているからこそ生まれる迷いや不安、そして好きという気持ちだけでは前に進めない現実をごまかさずに描いているところ。甘さよりもリアルさを重視したい方、等身大の恋愛を描いた BL を見たい方には特におすすめしたい一本です。続いて運命の赤い糸。感動を味わいたい方向けです。泣く覚悟をしてみてください。転生ものですが、脚本がしっかりしていて、最終話まで散りばめられた謎や伏線の回収がうまく、満足度の高い内容になっています。あらすじです。時代や周囲の偏見に追い詰められ、悲劇的な最後を迎えた大学生カップルコーンとイン。深く愛し合っていた二人は、その思いを守ることができないまま人生を終えてしまいます。物語はそこから30年後の現代へ。大学生のディーンとパームは初めて会ったはずなのにどこか懐かしさを感じ、理由のわからない強い引力に惹かれていきます。やがて二人の中に前世の記憶が少しずつ蘇り始め、かつての恋と悲劇の真相が明らかになっていきます。今度こそこの思いは救われるのか、運命の赤い糸に導かれながらディーンとパームが新しい未来を選び取れるのかを描いた物語です。またドラマ内に登場するタイの伝統的なお菓子や風習、日常風景などが丁寧に描かれていて、異文化体験としても楽しめる作品です。最後にご紹介するのがラブインジェイヤーです。日本でもリメイクされているため、タイトルを聞いたことがある方も多いかもしれません。この作品の大きな特徴は、前半と後半で主人公カップルが入れ替わる構成です。前半は嵐のような夜に車が故障してしまった大学生レイン。雨の中で立ち尽くす彼の前に現れたのが通りすがりのバイクの青年パーユでした。偶然の出会い、けれどどこか運命的でもある始まり。余裕のある態度で距離を縮めてくるパーユと戸惑いながらも惹かれていくレイン。出会ってから恋に落ちるまでのスピード感はまさにタイ BL らしさ全開。王道でありながら勢いがあり、恋が始まる高揚感を全身で味わえるパートです。そして後半は一転し、物語の軸はスカイとプラパーイへと移ります。恋に深いトラウマを抱え、誰かを本気で好きになることを避けてきたスカイ。そんな彼の前に現れたのが大人の余裕と包容力を持つプラパーイです。強引に踏み込むことはせず、言葉と行動で少しずつ距離を縮めていく。前半とは全く異なるテンポで描かれる静かで深い愛の形が印象に残ります。NC シーンの刺激はやや強めですが、それ以上に恋愛の描き方そのものが全く違う2つの物語を通して、タイ BL の振れ幅の広さと表現の自由度を強く感じさせてくれます。BL を30年見てきて、ここまで描く時代になったんだなと素直に感じた作品でした。日本 BL が長い時間をかけて感情の積み重ねや余白を大切に育ててきたのに対して、タイ BL は恋に落ちる瞬間やときめきをとてもわかりやすくまっすぐに描いてくれています。そして私は日本 BL が育ててきた感情の土台があったからこそ、タイ BL のまっすぐな愛情表現が多くの人に届いたんだと思っています。だからこそ日本 BL をたくさん見てきた人ほどタイ BL にも自然とハマれる。新しい BL に出会いたいな、そんな風に感じている方がいたら、今日のご紹介した作品の中からぜひ一本手に取ってみてください。今回の動画が参考になった、面白かったと感じていただけたら、いいねやコメントで応援していただけると嬉しいです。コメント欄ではぜひ、あなたがハマったタイ BL、気になるタイ BL を教えてください。これからも BL 向上委員会では、日本 BL、タイ BL、そして世界の BL を愛とリスペクトを持って語っていきたいと思います。
それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、BL 向上委員会でした。